頭のここに水が溜まるんですよ。これがね後々ね味噌がね緩くなる嫌な原因なんですよ。いらっしゃいませ。大塚さん、本当久しぶりですね。本当久しぶりですよ。もう忘れられてると思ってそんなことないですけど新橋から渋谷に、名前も精神から直樹に変えて、はい、今どれぐらいですか？来月の3月5日で、半年です。ってことはオープンは9月5日で2024年の9月5日。そうですね。なぜ新橋から渋谷へ？いや僕居抜き店探してたんで、ここももっとお寿司屋さんなんですか？黒崎さんがやってた深夜やってたお店あるじゃないですか。ご存知ないですか？わかりますわかります。でそこの居抜きです。あ、そうなんです。ここだったんだ。そう黒崎さんから僕黒崎さん全然存じなかったんですけど、知り合いから、僕が物件探してるのをなんか教えてくれたらしくて、でそれで紹介していただきました。で僕はもう速攻で決まりました。カウンターはマックス6。マックス6なんですけど、一番端っこがちょっと後ろに壁があるんで出入りしづらいんですけど、それが良ければそれで入れてるって感じです。これもう新橋時代よりも一気にキュッとこうした席数があの時8ぐらいありましたよね。8なんですけど、居抜き店があって席数が6席あれば十分かなと思って始めたんですけど。いやでも逆になんかこんなキュッとしてて、いい意味でなんかこうコンパクトなお寿司屋さんで、でも雰囲気なんかこのいい感じで和な感じというか。いい意味で味が強くないというか、酸はしっかり効かして辛み抜かないと次の握りに影響しちゃうんで。かすごないですね。1時間ほど昆布締めにしてます。相変わらずちょっと大きめで大きいですか？最高です。ありがとうございます。そんな強すぎないですね。そうですね。強すぎると昆布の味になっちゃうんで、ちょっと水分を抜いて昆布が持ってる塩をちょっと身に入れたいなと思って1時間ぐらいしてるんですけど、水分量がまだ残っててちょっとみずみずしい感じで。そうですね。プリッと感があって美味しかったです。ありがとうございます。シャリは
はい変えました。米が変わりました。前は北海道のお米だったんですけど、今は福島県のね里山の粒ってお米使ってて、結構粒がしっかり立ってる。そうですね、はい、その新米の時期とかもあったんですけど、ね、いろいろお米屋さんとお話ししながら今安定してますね。世間では米騒動みたいになってるじゃないですか、はいはい、お寿司屋さんの米事情ってそれに比例してるんですか、あんまり影響を受けてないんですか？いや、なんかないやつはないみたいですよ。はい、品種によるんですか？品種によると思います、はい。ツルッツルやな。パキパキ。おいしい。ありがとうございます。またカスゴの時とスニーカーの時でシャリの感じ方が全然違う。イカの方が感じますね。シャリは営業前のどれぐらい前に切るんですか？営業前っていうかお客さんの予約時間の30分前、に切るようにしてます。だからまだちょっと水分量があるというか。そうですね、はい。この水分量が僕は結構大事だと思ってるんで、それをいかに維持するか、維持するための保温の仕方っていうのをやっぱ意識しますよね。で炊き上がって切って15分後とかの水分量と1時間後の水分量と結構違うので、それをいかに遅らせてあげるための温度っていうのをやっぱすごい気にしますよね。よく熱すぎると米がどんどん死んでっちゃうじゃないですか、それがあんまり僕好きじゃなくて絶対熱くしないですね。なるほど。スニーカーと平貝のパキパキサクサク系の連続で流れが面白い。この締まり具合がいいですね。海苔も美味しいです。海苔がいいアクセントになります。一瞬なんかカンパチとか島味かなと思ったんですけどね、そんな感じしますよね。皮は剥いでるパターンですね。そうですね。ちょっと独特な香りありますね。そうですね。皮目コリコリで噛むと脂が出てくる。仕込みで結構めっちゃ臭み出ちゃう時ありますね。でもともとあったんですよ。そうですよね。だから塩でかなりしっかり抜きましたね。赤貝握ってくれた時紐入れてたじゃないですか。でその貝柱みたいな部分あるじゃないですか。紐の丸い部分。ここの食感がこうなんていうかな、ちょっとプリンとしてて、そうですよね。それが美味しいんですよね。そうなんですよ、紐は紐でもちろんちょっとこうぬるっとコリッとしてていいんですけど、そうなんですよね。だから紐が入るとね、やっぱその赤貝の握りの存在感っていうのがなんかものすごい上がりますよね。うわ、ぬめりもあえてちょっとやっぱ残した方が。そうですね、僕は残しますね。間に赤貝の紐入ってます。紐最高、ね、紐入るとねガラッと変わりますよね。さすがやっぱ食べ応え。大塚さんの寿司といえば食べ応え。寿司直樹さんに行きたいってなったら、予約方法はお電話か食べログさんか、あとはインスタグラムの DM か、その3つですかね今。で今お任せは昼と夜で内容金額どんな感じでやってらっしゃるんですか？お昼は、握り16貫で税込み1万円で、夜がつまみが6、7品いって握りが14貫いって税込み1万8000円ですね。なかなか今そういうこのクオリティのお寿司で、しかもこれだけ量食べれて、1万円でやっぱそこはこだわりですか？大将の考え方が反映されてるのかなと思うんですけど。
そうですね、なんかいろんな人に食べに来ていただきたいなという、あとはもっとたくさん握りたいんで、握っていろんなことにまだ気づくことがたくさんあると思うんで、それで自分が成長できたらいいな。最初からね高くして僕知名度もないですし、お客さん来ないんだったら1万円来やすくないですけど、その幅を広げてあげた方がいろんなお客様に握れるので、それでいろいろ自分の成長のためにしてますけどね、僕は。素敵です。いえいえ、ありがとうございます。本当にだからお客さんの層も幅広いですか？幅広いですね。はい、うちは一人で来る方もいれば、会食接待みたいな方もいれば、そうですね、デートみたいな方もいれば、みたいな。あとは記念日とかね、1年に1回なんですけどみたいな、そういう方もお越しいただくので、幅広くてすごい楽しくいつも仕事してます。でもワンオペでやってて、仕込みの量だったり、いろいろ休みもなかなか取れない中、辛いなと思ったりしないですか？好きなことできてるんで、なんか仕事してる方が僕は好きですけどね。サイズはちょっと大きいぐらい。最近ちょっと大きくなりましたね。大塚さんのお肌の選び方とか、こういうのが好きっていうそのサイズだったり産地だったり、何かありますか？美味しいやつ、産地は僕基本的に魚の産地にこだわりがなくて、美味しいやつがあればいいかなと。魚屋さんに聞いて何が美味しいやつか、あ、これ今いいよ、じゃあそれください。魚屋さんが一番魚のこと知ってるんで、なんかね、それで教えていただくことが多いですよね、僕は。ちびで2枚。はい。大丈夫。ずっしりしてる。噛むとちょっとお花のこってりしたまろやかなものが広がってます。すごい肉厚ですね。天草。天草ですね。新橋から渋谷って結構街の雰囲気が全然違うエリアに変わったじゃないですか。何か変化感ありましたか？ないですね。新橋からお越しいただいているお客様がそのままお越しいただいている方も多いですし、お客様の層が変わったかって言ったら変化を感じないですね。そのままなんか場所だけ変わったっていう感じでできてるかなと思います。16巻揃えるの結構大変じゃないですか、仕入れが。大変ですけど、喜んでくれればそれで僕は。ちょっとおはぎ風に小さいんで、それを5匹ぐらい並べて握ってます。贅沢。甘エビって昆布締めですか？いや、もう何もやってないです。何もやってない。脱水してるだけです。大塚さん、これすごい食べ応えがありますね。口いっぱいになります。甘エビ団子ですか？はい、それがお寿司の醍醐味ですよね。大塚さんの寿司はね、口いっぱいで頬張る美味しさをそうですね、楽しめるっていう、それが特徴ですよね。そうですね、僕は相変わらず大きく相変わらずです。いい色してますね。してますね。この甘さは何ですか？甘みがある醤油を使っているので、その甘みが多少入りますよ。でもあとマグロの酸味と油とかがなんかいろいろ混ざって、
で僕醤油自体は煮切りにしてる醤油はそんなに目立つようにしてないんで。そんなガツンと系の煮切りじゃないですよ。僕ははいシャリがやっぱ酢がそれなりにあるんで、それで醤油も強いとネタの味がやっぱりボケるじゃないですか。寿司下駄に鎮座する寿司の王者、セカミの剥がしです。下の温度で勝手に溶けるっていうか。そうですね、気をつけて食べないとあっという間に飲み込んでしまうんで、剥がしは飲み物ですね。これを楽しみにしてるお客さん多いですね。剥がしは基本は定番で置いてらっしゃるんですか？もうずっともう評判、皆さんね反応がいいので、もう常に剥がしは切らさないようにしてますね。全然しつこくないんで、程よい油でお上品で、そうなんですよね。で味もあるじゃないですか、マグロの、僕すごい好きな部位で、今日の中で一番口に入れた瞬間幸せな気分になる感じでした。ありがとうございます。今塩酢で締めております。剥がし的な下に乗った瞬間にもうスーッと溶けていく感じ。やっぱ筋目してるんですごいしっとりさっぱりまろやかな感じ。骨も溶けて酢でまろやかになってるんで一切のストレスがない。つやつや。これ背ですか？背です。しっとり系。直前に炙るんですね。はい。ザクザクの食感なんですよ。ホッキ貝のステーキですね。わかりますよね。わかります。はい。シャキシャキの食感がやっぱり残りますし、あと甘みがやっぱ一番感じますよね。でもなんて言うんでしょうね。レアではないですね。そうですね。ちょっとしっかりめ、ちょっとしっかりめの火入れ。はい。ちょうどいいサイズですね。でかすぎないっていうか。やっぱりすごい元気なこと、もう落ち着いてることいますね。そうですね。今日は比較的ちょっと元気ですね。やんちゃ系ですか？やんちゃですね。はい。頭のここに水が溜まるんですよ。でそれを抜きたくて。でこれ面白いですね、この立てかけてるのが。そう、それを抜くと味噌が水っぽくならないんですよ。で僕氷水落とさないんですよ。氷水落とすと味噌とかなんか水が入っちゃうのが嫌で、この熱い状態でこれを水を抜いてあげると味噌がしっかり残るんで、今の気温で冷めるまでこのまま置いとくんですよ。結構水溜まってるじゃないですか。これがね
後々ね味噌がね緩くなる嫌な原因なんですよね、僕は。車です。映えるな。でこうパワーヒッターですね。見た目からしても存在感が。茹で置きとあと車エビの皮で取っただしにつけてます、だからこの味の濃さなんですよ。噛むほどにエビの旨味をまとったジュースが口の中でスプラッシュして香水状態です。ひんやりクリーミー系寿司屋の高級アイスクリーム。こんなもりもり盛っちゃって大丈夫なんですか？白子以上に濃厚。こっちの方がこってりしてる。味噌汁がしみる。胃が温まる。美しい。なんでこんなトロトロなんですか？穴子が美味しいからですね。はい、僕はただ煮てるだけなんで美味しいのが魚のおかげです。爪を変えて、爪すごい美味しい。穴子うまいって言われる前まで結構サワット系の爪にしてたんですけど、もっと粘度がある感じの。これにしてから変わりましたね。こっちの方が評判です。ね、タレ一つちょっと変えるだけでまた一体感とかが変わるっていうのが寿司の繊細なところというか。もう酢飯にこれってすごくお酢が美味しくておすすめなんですけど、ここまで酢飯が美味しいお店って私行ったことなくて食べました。寿司直樹さんとしてこだわってらっしゃるところとか大切にされているところ、どんなところですか？食材を大事にすること、食材を大事にしたら人間も大事にできることで、お客さんを当然大事にすることを、一人一人一組一組のお客さんにいい時間だったらショップっていうのを与えられるようにっていうのはすごい意識してますよね。なんか捨てるところで簡単に捨てるんじゃなくて何かできるんじゃないのかなっていうので、食材、魚の骨であったりとかエビの殻であったりとか、そこまで使ってうまくするためにっていうのを意識してますね。でも一人でワンオペでやる作業も多いと思うんで、お体にだけは気をつけて。でも新橋時代から相変わらずのこの大将の雰囲気と相変わらず食べ応えがある握りたくさん食べさせてもらって、金額も他の店と比べるとすごい満足度が高くて、満足していただきたいんで。いやもうお腹も心もなんか久しぶりに会えたというところも含めて楽しい時間をありがとうございました。本当にお忙しい中ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もちろんです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。